ドクター、この部屋を執務室にするときに、ちゃんと調べたの？あなたを狙撃できる場所が、戦場に一箇所あるわよ。どこって、教えてあげたら、そこを私のプライベートルームにしてくれる？患者の収容に関する規定の再検討に、医薬品の共同開発に関する書類へのサインもお願い。移動区画の引き渡しに関しては、私の提案をもう一度見直して。笑顔が怖い。そう思ったなら、頑張ってさっさと仕事を終わらせないとね。部屋間違いじゃないわ。ここがあなたの執務室よ。リフォームに加えて、ピストルクラッカーと晴天プロジェクターボールもおまけにつけておいたからね。エルが銃でポップコーンを作ろうとして執務室を爆破したからだろって。それはそうだけど、ラテラーノでは痕跡の残ってない爆発はノーカウントって言葉があるの。私の署名を見つけた？ああ、植物学総論ね。確かに寄稿したわ。仕事でじゃなくて、寝たきりの間にいろんなお花が届きすぎたからかな。モスティマが一番バタバタしてた時なんか、花の咲いたジャガイモまで持ってくる始末だったのよ。そうやって、いつも花に囲まれてたから、詳しくならない方が難しいでしょ。手の擦り傷？ああ、何人か小づいただけよ。外回りで出会う人がみんな怪我人を思いやってくれるとは限らないでしょ。それで、フィアメッタがカンカンに怒っちゃったから、私もほどほどに懲らしめてあげたの。私が何とも思わなくたって、友達にまで気にするなって、無理強いはできないからね。枢機卿の業務ガイドは、アップルパイ3つ分くらい分厚いけど、実際やってみたら、そんなに複雑じゃないのよ。ラテラーノに来たばかりの人が順応できてるか、とか、修道院にいる人への安全配慮は行き届いてるのか、とかの確認くらいで。ほら、こういうのがなければ、今のラテラーノをラテラーノたらしめてるものがなくなっちゃうでしょ。アイスミルクよし、リンゴの着付け薬よし、アイマスクも耳栓も全部よし。そろそろ入場だからちゃんと持って行ってね。私の好きな映画が気になるって言ったのはそっちでしょ。正解破壊者シリーズはどれも最高だけど、万が一、あなたにスプラッター耐性がなかった場合に備えとかないと。でしょ？目をそらさなくてもいいのよ、ドクター。車椅子からまだ離れられないのは事実だし、すぐには癒えない傷だってあるけど、どうしてもかわいそうに思うのなら、自立作業プラットフォームの使用権限を全部私に開放してくれない？移動用かレース用かって、それはまあいいじゃない。人の視線には敏感なの？ごめんなさい。常に周りの人を観察するのが癖になっちゃってて。じっくり観察してやっとその人を排除しないといけない理由、あるいは守るべき理由が見えてくるの。自分はどちら側か気になる？安心して仕事に打ち込んでいいわよ。ドクター。ただ、この窓に落ちた影を眺めてただけ。寝たきりの時期にできた習慣みたいなものよ。この影、何に見えると思う？はじめまして、ドクター。私のことはレミュアンでいいわ。さて、まずは第7章の枢機卿と仕事の話をするか。それとも、エルの姉にあの子の職場を案内するか。どちらを選ぶかは、あなた次第よ。このシーン、流血表現をカットしちゃってるわよね。こんなに長く一緒に働いてきたのに。どうして今日までこの儀式を先送りにしてたの？忙しすぎて手が回らなかったのなら、私を頼ってくれればよかったのに。あら？笑ったわね。人を信頼するのは、人から信頼されるのと同じように安心感を得られる。
そうでしょ？じゃああなたも、この第7章有料パートナーのバッジを受け取って、私を安心させてくれるかしら。なんなら2つあげてもいいわ。アイマスクの両目につけたらいいんじゃないかしら。紹介はいい。各員の情報はインプット済みよ。報告は結構。皆の動きは視界に捉えてる。いかなる弁明も受け付けない。一切の情けを捨てなさい。狙撃位置確保。具体的な位置までは知らなくていい。どうぞ。車椅子じゃ鉄骨上でドリフトできないって。ああ。次は車椅子に飛行スラスターをつけてみようかしら。武装解除。確認。機能喪失。確認。排除。確認。あなたの訃報を聞くのは誰なのか。考えたことある？ドクター。タイヤが地面の隙間にはまっちゃったみたい。ちょっと、手伝ってくれない？ほら、手を貸して。ハイタッチ。タイヤ？とっくに引っこ抜いてるわ。各員、撤収。そうだ。まだやり残しがあったわね。後方支援部から大量に届いたおやつに手こずってるんだけど、みんな、一緒にやっつけてくれない？私が片付けておく。私が皆の背中を見張っておく。誰も近づけやしない。ロドスの通路に速度制限はないわよね。あなたの指は楽器を弾く方が似合うのに、ちょっとその辺まで押してくれない？アークナイツ、ドクター。今日はどんなところに行ってきたの？そういえば、過ごし損なった誕生日の埋め合わせを考えたことはある？あなたもいろいろあって何年も眠ってたんでしょ？気にしてないのはわかるけど、私たちが失った時間は自分だけの損失じゃないの。ほら、行くわよ。まだまだ今日はこれから。パーティーをあと何回だって楽しめるわ。難病に抗い、差別に立ち向かう。ずいぶん真面目なスピーチをやるのね。第7章の忘年会でも似たようなプログラムはあったけど、みんなで祝砲をあげる時間よりも短かったわ。キャンディーを取りに行くだけよ。形だけのスピーチじゃないのはわかってるから、最後までちゃんと聞いているわ。ああ。これまで任務で一緒になったことのあるみんなに、プレゼントを用意しただけよ。あと、3箱分あるんだけど、始業までに送り終えないとまずいわね。ドクターも一緒に手伝ってくれる？早く終われば、あなたもその分、早めにプレゼントを受け取れるわよ。オッケー？じゃあ、早速行きましょう。しっかり捕まってね。